皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検する銘柄は視聴者様からリクエストをいただきました有料企業サンドラックです。なんと今期で24期連続増配を予定しています。この企業の裏側をしっかりと点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートで基本的な数値をサクッと確認します。配当利回りは 3.43% で合格です。稼ぐ力を示す ROE は 11.76% で合格です。倒産しにくさを示す自己資本比率は 59.3% で合格です。利益のうちどれだけ配当に回しているかを示す配当成功は 49.4% で合格です。本業で現金を生み出せているかを示す営業キャッシュフローは最新の通期実績で約412億円のプラスで合格です。初動点検の判定は文句なしの有料安全です。次にサンドラックがどうやって稼いでいるのか、事業内容を点検します。最新の第3四半期の売上構成比を見ると、ドラッグストア事業が 56.8%、3611億円、ディスカウントストア事業であるダイレックスが 43.2%、2746億円と見事な2本柱になっています。強みの秘密はお店のスタッフを薬や化粧品の相談に乗る専門係と品出しやレジを回す運営係に分ける1店舗2ライン制という仕組みです。これにより専門性を高めつつ効率的に店舗を回すことができているんです。ここからは過去5年間の業績の軌跡を点検します。2022年3月にはコロナ禍の巣ごもり需要の反動などで一時的に利益が減ってしまう踊り場がありました。しかしそこで立ち止まらないのがサンドラックです。 EC 事業を強化し、さらに物価高で消費者の節約志向が強まる中、食品に強いディスカウントストアのダイレックスが大きく貢献しました。その結果、直近までしっかりと3期連続で増収増益という美しい右肩上がりのトレンドを描いています。ピンチを乗り越えてさらに強くなったとても頼もしい軌跡です。続いて会社の健康状態を見る財務の深掘り点検です。まず会社の体力である現金ですが、手元にしっかりと700億円を持っています。一方で銀行からの借金である有利子負債は490億円です。つまり借金よりも持っている現金の方が200億円以上も多い実質無借金の状態なんです。さらに会社の貯金箱の割合を示す自己資本比率は 59.3% です。半分以上が誰にも返す必要のない自分のお金ですから、倒産リスクは極めて低く、基礎体力はバッチリだと言えます。ここでのんびり深掘りコラム、年間40億円を生む電子棚札の魔法です。皆さんにちょっと面白い現場の裏話をご紹介します。サンドラックは現在デジタル化に力を入れているんですが、その一つが電子棚札の投入です。実はこれまでは特売日の前日にスタッフが手作業で値札を交換していたため、前日なのに特売価格で売られてしまうという利益のロスがあったんです。これを電子棚札にして当日に一斉切り替えできるようにしたことでロスが消滅しました。人件費などの削減も合わせると、将来的になんと年間約40億円もの利益押し上げ効果があるそうです。ガバナンスの観点からも素晴らしい取り組みがあります。最近ニュースになっているオーバードーズ問題に対してレジに医薬品販売制御システムを導入しているんです。難用の恐れがある薬を買おうとするお客様にはレジでアラートを出し、場合によっては身分証の確認や販売数量の制限をきっちり行います。ただ薬を売って儲けるだけでなく、コストをかけてでも社会問題に本気で向き合う、この誠実な姿勢は長期投資をする上で強い安心感につながります。次に投資家にとって嬉しい配当の還元姿勢を点検します。過去5年で1株当たりの配当金が70円から130円へと大きく育っています。会社としては
配当成功 50% を目安とするという明確な株主還元の方針を掲げており、今期でなんと24期連続の増配を予定しています。さらに100株持っていると自社のプライベートブランド引換券と優待券2000円分がもらえる株主優待も用意されており、株主への思いやりが非常に強い企業です。最新の第3四半期決算の裏側と将来目標を覗いてみましょう。実は今年の暖冬の影響で風邪薬やマスク、冬物家電といった季節物の売り行きが少し悪かったんです。それでも市場の価格高騰を追い風にしてディスカウントストアの食品部門がしっかりとカバーし、全体としては増収増益をキープしました。中期経営計画では売上高1兆円、営業利益600億円という大きな目標を掲げており、さらなる成長への意気込みを感じます。株価の動きと需給の点検です。株価は3821円付近で推移しており、PER は 14.10 倍、PBR は 1.60 倍と買われすぎている過熱感はありません。ただし信用倍率が 10.92 倍となっており、信用買いで持っている人が少し多いため、短期的には上値が重くなる可能性がある点には注意が必要です。それでは結論、のんびりの判定です。サンドラッグは盤石な財務と安定した稼ぐ力を背景に、株主還元もしっかり行ってくれる素晴らしい銘柄です。過去の配当利回りの推移を見ると、現在の 3.43% という水準でも十分に魅力的ですが、より安全に狙うための理想の指値としては、利回りが 3.5% のラインに乗ってくる3740円付近まで引きつけて仕込みたいところです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。